祈りっていうのはすごい聞かれるんですよね。それで、私たちがですね、初期の海外宣教で、中国に聖書を持ち込んでいた時があったんですね。中国は聖書を禁じではなかったんです、その時。しかしですね、制限してですね、多くのクリスチャンがですね、聖書を読めなかったんですね。それで西側のクリスチャンがですね、聖書を持ち込んだんですね。で、その時に、金融一新ではないんだけど、税関で捕まっちゃうと、全部没収されちゃうんですね。そういうような形で、かなりの人たちが没収される状況にありました。で、我々はですね、その聖書の持ち込みを始めたんですがですね、徹底的に祈っていったのでね、捕まんないんですよね。で、怪しまれてですね、別室に連れて行かれて、荷物の中に手を入れた、そういう時もあったんですが、捕まんないんですよね。で、ひどい人はですね、興奮してたんでしょうね。レントゲンを取り抜けた後にですね、荷物を、聖書がいっぱい詰まった荷物をそのまま忘れてしまってですね、それで外に出てきて慌てて取りに帰った人もいるんですね。捕まんないんですよね。それでですね、99名、全部取っちゃった。これはもうすごい記録なんですよね。それで100名と100名、1名目がちょっと捕まっちゃったんですけどね。それ何かっていうと、なんか出てくるとき喧嘩したみたいで、奥さんに、これじゃ捕まった方がいいですって言いられた人なの。でも、祈りの、ね、非常に素晴らしい恵みっていうのをね、その中で見たわけですね。それで、まあ、祈りの牧師としてはね、小林くんがいるんですけど、小林牧師を通してですね、精神病が癒されたんだよね。霊の解放だったんだよ、あれね、一発でね。治らない精神病が癒されたっていうことがありましたし、まあ、これでびっくりしたのは、何をびっくりしたのかっていうとですね、新潟で牧会をしているときに、場所が必要でしょ。で、祈ったんですよね。絶対不可能な祈りだと思ったのに祈ったんですよ。新しい場所で、タダで借りられるように。そんなことはありえないと思ったんですが、祈ってたんですよね。そしたらですね、新しい場所をタダでもらった。神様の手の素晴らしさっていうことをね、非常に強く思います。それで、家族でですね、新潟に行くことになったんですね。で、そうしましたらですね、私、新潟で最近あんまり雪降らない。時々バカってくるんだけど、我々の想像とはだいぶ違うんですよね。その時思ったんですね、子供たちに雪を見せてあげたい。それでですね、雪が降るようにって祈ったんですね。そしたらですね、小林牧師たちはですね、こう考えたみたいですね。どう考えたのかっていうとですね、雪が降るとですね、交通とかいろんな問題が起こってくると。それで小林牧師を中心にして教会の人たちがですね、雪が降らないように。つまり、こちらの祈りと向こうの祈りと真っ向からぶつかっちゃったんですね。で、こちらも一生懸命祈ってましたし、小林君も一生懸命祈ってました。そして結局どうなったのかっていうとね、こっちが勝ちました。もう大雪になったんですね。それが子供たちがね、雪が好きになる一つのきっかけになった。で、どうぞ皆さん祈りは聞かれますので、どうぞ熱心にね、祈っていただきたいと、こういうふうに思います。